どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。寝てる間に他人の手形でクッキーを焼く新人パティシエさやです。だんだんなんかさやの挨拶ってさクソ迷惑な人大喜利みたいななんかなってきたよね。だんだんでもだってあれだよ、自分のさ手の形のクッキーがさ、勝手に生成されててさ、朝起きたら枕元に置いてある置いてある。ぐたぐたになってね。寝相が悪い人は多分来ない多の。分俺パーンってやってるわけ。粉々になってる。そうそうそう。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。ですねキリキリ選べよ水がなければお出汁を飲めばいいのに。うわお上品ネギさん、こっからこっちがすっごい眠い時に書いて、こっちが結構元気な時に書いたの。そうすごい丁寧だな今回でしょ、こいつの笑顔でも見てみんな帰って眠くすぎてもうこいつ書いてる時に社長こ乗ってるし。違うよ一緒もだこれが一番気に入ってんだわこれ、すごい気に入ってるのいっぱいあるじゃん。ドリア側につくかラザニア側につくかグラタンだこれいいわやった MVP 普通に MVP だ。やった最近の催事用の中で一番いいわこいつシリーズでスタンプお願いしますいやらしい。今日の動画忘れちゃった。何したいか。なんだっけ、あまりにも良くてありがとう。なんだっけ。わかんない。こちらレイ投稿。今回やっていく企画はこちら。天才の発想を思いつきました。はい、冷凍庫に入れると完成するとイラスト。ブリーズアートと名前を付けよう。達成なということで、なんかめっちゃ急に思いついちゃったんだけど、なんか一回落書き部屋でもやったんだけど、この世存在しないアートない説みたいな話したじゃん。ああしたね。何でもあるんじゃないかみたいなやつ。実際調べたらあったしね。そう、実際調べたらあったから、調べなかった調べてあったらなんか悔しいから、観測しない。一旦観測しないようにしたんだけど、シュレディンガーアート。そう、シュレディンガーの未発見アートをちょっと思いついちゃったんだけど、冷凍庫に入れると完成するアートを作ることができるということに気づいちゃったわけ。すごいそれって。なんか夏目さんち昔さ、水に入れると完成するイラストみたいな、水とのタイアップね。そう水とタイアップしてねえ別にフリクションペンって皆さん知ってます？あれね、お尻の部分が熱くなるやつね。筋の部分が熱くなるやつ。そう、なんか今お尻がキュッキュッってなってる今日ゲイさんってなんかすごい想像力豊かだよ。そういうことか。褒める。褒めてくれる。ありがとう。そんなことはどうでもいい。で、なんだっけ、お尻が熱くなるアートだ。まあお尻は熱くなんねえなんで変なとこだけ覚えてるいやなんかフリクションペンって皆さん、ご存知の方多いと思うんですけど、今回何が一番の失態って、楽しくなってオープニングだけ撮り始めちゃったんで、思いついて嬉しくて、まだフリクションペンが届いてないんですけどこの熱量でちょっと喋りたかった、オープニングだけは。書類に使っちゃいけないやつだ。そう、書類とかマークシートに絶対に使っちゃいけない、消えるボールペン。あれ摩擦熱で消えるってあるんですけど、要するに摩擦熱で消えるっていうのはどういうこっちゃっていう話なんです。でも人間も人間関係の摩擦でたやすく消えてしまう。消えることもあるが、それが関係している。関係はしてないしてないか。もうすごい速さ脱線していくのさ、何度もバーンって戻して、今日楽しくてさ、トークが脱線して、も企画の話をしてるのに一生脱線しようとしてる車輪を横から俺ずっと殴り続けてるんだけどいや違うの、フリクションペンって、摩擦熱で消えるって書いてあるんだけど、明確に条件があるんですよ。はい聞いてたうまいじゃねえってマジで。話の腰折ると思ったら話聞いてなかった。何なんだよ今日ひでえな。聞いてた。何なの今日。大丈夫？いやだからあるのよ条件がね。フリクションペンが消える条件ね。何分使ってんのこのフリクションペンが消える条件について話すのに。もったいぶりすぎだろ。めっちゃ楽しいわ。60度。60度、はい、60度で消えちまうんですよフリクションペンって。だから、ぶっちゃけ炎天下の車のダッシュボードとかに置いといたら消えるのよ。確かに消えちゃうね。そうで逆があるの。フリクションペンで消えたものって一生消えちまったやべえなってなってさ、焦るじゃんみんな、あれ復活できるって知ってた？なんとマイナス20度で完全に元に戻るという特性があるということはですね、マイナス20度の状態になると、フリクションペンで描いたものが出てくるアートができると思ったの。おー、確
確かに確かに、なんかエモくないですそうか？なんかできそうじゃない？君って天才かもしれない、てなわけで、はい今回は、だいぶこう時間を使いましたが、なんでなんでじゃない今日楽しくてなんかいいことだ、それを使って、はいもうとにかく冷凍庫に入れて完成するエモイラストを描いていきたいと重いイラストということです。でさらに、はいちょっとこれね1個あるんです。さやに言いたいことがさやに言いたいことかもしれない。あるんじゃないの？あるわ。僕たちがそれぞれフリクションペンを使ってね描くアートがあるんだけど、はいそれ以外に夏目さんちを描いておいてほしいんですよね。お、かしこまりました、でそこにちょっとフリクションペンでとある告知を書き込んでおいてほしい。お、何それ？冷凍庫に入れると告知も出てくるようにしたいんだよね。すごっ。だから今回は冷凍庫に入れると完成するアートと冷凍庫に入れると現れる告知うわ、出していきたいと思います。初じゃない？こんな告知の方初の法。やば、世界初金に冷やしてやるよね、告知をさあでは早速書いていきます。買ってきましたフリクション、はい、こんな感じでなんかすごい可愛い名前のわーいフリクションわーいボールペンってわーいいろんな色あるんですね今ね。ちょっとこんなたくさん色使うかわかんないですけどね。そう、あとねめっちゃおもろいのこれ。何それって思ったんだけど、こちらなんとフリクション色鉛筆、摩擦熱で消えるフリクションインクがうん入ってるこの色鉛筆。色鉛筆でちょっとこれも折を見てチャンスがあれば使います。どうしようかな、何書こうかな。なんだっけ、お前を消すんだっけ。お前を消すかわかんないんだけど、フリクションなんで冷凍庫に入れたら現れるみたいなところをうまくさ、やっていきたいよ。ああ、そういうね、実はねもうね結構ネタはね考えてきてんの私。マジ？そう、俺もなんかイメージしちゃってんだよ。ゲンさんとね違って私はねそう考えてきちゃって。でも俺もイメージできてるっつったじゃんまあゲンさんと違うからさ無理やり自分の方向で話を進めようとして。そうさあどうしようかな今年の夏の旅行は。絶対今考えるトピックじゃないんだよ。どこ行く？何するっていうと俺たち変換されて出てきちゃうんじゃないの？俺たち違う時代に来てたのか。ずっとこの人何言ってるんだろうえ？どこ行く？何する？エイトフォーって出てくるじゃん。あ、そういうことね。テンション感足りないよ。あ、そういうことか。俺がちょっとやっぱキャピキャピしてキャピリが足りない。33歳なんだからもうちょっとキャピっていかないとさ。確かにね。そうだよ、33歳にしがみつけないよ。そう、33歳にすらしがみつけないの。そうだよ、ずり落ちてくよ。そうだよ。そう、自分のこと年相応だと思ったらずり落ちてるからね。そうなんだよね。年相応っていう言葉さよくわかんないからさ。そうそうそう本当そう。に危険だよねその言葉。ね。最近もうなんか自分が年老いていくことに対するさ、なんかさ、ゲンさんずっと言ってる。すごい怯えてんの。そうそう。なんかね最近だから本当にね老いることと死に怯えてんだよね。最近本当にそう。怯えてるものがさ、真の思考停と一緒なんだよな。そのうち俺不老不死求める。だってさこんなにやりたいこといっぱいあるのよ。俺老いるんだよ。許せなくない？なんかさ確かにね。そうめっちゃおもろい。時間足らんすぎるでしょ人やばい。生。真の始皇帝はさ、自分のさ死をさ克服するためにさ1000人のさ、薬を求めてさ、ねいろんな兵をさ、ね、そう国中に1000人を探し出かけさせたっていうけどさ、多分この文脈でいくとそろそろベベあたりがさちょっとベベごめん1000人の薬探してきてもらっていいからって言ってそのチーナッツ内でベベ見なくなったベベ見なくなったら不老不死の方を探させてるんだよそうあってなってくる。見てみんな炭酸水かわいいよね。さっきからさ、サイが炭酸水かわいいとか意味わかんないことずっと言ってんだよ。ずっと見てられない炭酸水ってほらだってさ勝手にシュワシュワしてんだよ。暇すぎるよね。現れては消え、現れては消えを繰り返す。ゲンさんヒントはここにあるのかもしれないよ。どういうこと？俺も現れては消え、現れては消えすればいいってこと？キリンレモンをレモン炭酸水で割ってる。そう、なんかね、キリンレモンが濃すぎるって言ってる。そう、ちょっと甘いんだよね私には。なのでそれを炭酸水で割って、で残りの炭酸水をゲンさんに飲まれた。飲んであげてんの？飲まれたの？そうやね、ノラペットボトルの量の多さを見たらみんな本当にね、一回ね、カツ入れたくなると思う。でさこんなにいっぱいお水飲んでるんだな、偉いなってなるよ多分。それ盲目だよ。やばい、ゲンさんが顔描いてるから全然話聞いてくれないみんな。さやさんこんなの描いてるのになんで何の時間なんそれ。で最近さなんかお地蔵さんめっちゃハマってない？うん、お地蔵さん好き、癒される。なんか分からんでもないんだけど。お地蔵さんかわいい。お地蔵さんにさ毛糸の帽子とかかぶせてる人いるじゃん。うんうん。あれになりたいよね。毛糸の帽子になりたいってこと？なるか、なりたいな。お地蔵さんについてる毛糸の帽子になりたいな。得高そうだよね。得高そうだよね。だってさ誰かを守るためのさ存在をささらに守ってる存在なんだよ。確かに守るものを守ってるのか。エモい。エモいか。エモすぎる。エモいか。
だんだんエモいって言葉が便利すぎて分かんなくなってくるんだよね最近。そうだよ。だってエモいとやばいわよね。日本人から語彙力奪ってるからそう夏目さんちはそのように思っているけど、夏目さんちもガンガン使いますエモいね。やばいね。めっちゃ可愛いケンさんの。なんか私休憩してるわ。ペン置いてるどうあがいても怖くはなりきれないよなってやつ探そうぜ。本当は怖い丸々。あ、そうそうそう。なんかさ、本当は怖い確かにシンデレラとかってさ、うんまあシンデレラのさ元ネタがあるわけだからさ、確かにねまあそれはまあわかるわけ、うんだけどなんか全部の物語にさ、なんか本当は怖いってみんなつけがちじゃない、もうつけたがるよな。そうずるいよそうそうそう。な。でもやっぱりどうあがいてもそれってさ怖くはなりきれないよねみたいなさ、ちょっと盛るなよみたいなね。そうそう考えて今本当は怖い、ありえないやつ。本当は怖い。おむすびコロリン。めっちゃすごい。待ってやめてほんと。同じだった。今びっくりした。吉祥なんでわかんだよって今思っちゃった完全に今僕は頭の中にああじゃあ同様か、おむすびコロリンって言おうとって言おうとしたらさ、口の形もう母音おになってたおになってたら最後からおむすびコロリンって出てきた。びっくりしたわ今もお地蔵さんって新設されてんのかな。なんか昔からのもののイメージ強いじゃん。今。昔からここにあるんじゃよみたいな。なんでおじいさんがさ紹介してんの。じゃあわしじゃよ。わしじゃよここに置いたのはわしじゃよ真実にたどり着いた。いいな。私もなんかさ、その土地のさこのことだけをさ唯一知ってる詳しいおばあさんになりたいな。いやわかる。なんかそれロマンあるよね。ね。でもさ僕そういう存在が欲しいのはわかるんだけど、うん俺そういう存在にたどり着く人になりたい。ああそういうね。そうじゃあだから私がおばあさんやるからゲイさんたどり着いてよ。あオッケーオッケー。うん。まさか今もその話をする者がおるとはのーって出てくるからさなんでここで年齢違うの。確かにおかしいだろ。おばあちゃんになりたい。おばあちゃんになりたいんだ最後。村の若い衆たちがさ、おいやめろよ、よそ者は出ていくんだみたいな感じになってるからさ、わたわたしてるのそうあダメだ言っちゃダメだって言ってる時、コツコツって出てくるおばあちゃんになる。あグーさんじゃないか。時超えてロマンチック確かに過去の源さんがねね。老婆になったさやの元に現れるんでエモあ今日の配信はここで終わりです今日の動画も終わっちゃいましたね。これ多分ね突き詰めていけば卒業論文のテーマにあなるね、なるなるなる。こういうのって誰か研究してほしい。卒業論文で卒業論文でしこたま研究したら夏目さんち報告してほしい、うん、美味しい部分だけ吸わせてほしい。そうねえ書き終わっちゃったからフリクションしたいんだけど、本ねえセンさんの方さここから半分モザイクかけて当？いいよお願いします。いきますフリクションタイムスタート。かっこいい。ようやっと私もフリクションパートです。さやも考えてるんだ。じゃあもうギミックはあ考えてる。まあでもなんかそんなに思急に自信なくなったってない自信ない。でも僕はなんかそんな木をてらってはいないな。ただなんかこの冷凍庫に入れるっていうことに僕は意味を持たせたいと思ってて。あそうそういや私もなんですよ実は。あそうなんだ。全ての会話は実は伏線だったんだけど本当いい大丈夫そんな持ってなんかうまくできるかなこれ。てかさちゃんと出てくんのかな。ただ不安なんだけど。夏目さんち今悪い癖出てるんだけど、そんなに検証はしてない別に。ね、検証はしてないから実験大失敗だどんみたいな感じの説はある全然、そういうエフェクトももう今のうち用意しとこう。そういうこと。傷つかないうちに失敗する前提で動こう。でもなんかさ久々じゃないこういうなんか結果がわからないチャレンジ。あねそう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 。最近なんかなんだかんだ結果がわかるっていうかさ妄想ばっかしてたから、てか自分たちがさ頑張ればさどうにかなるみたいな。そうそれだけじゃないんだ。結果がわからない行為ってやっぱやるべきだよな人生でたくさん、まあね一度挑戦してみるべきだよね。それによって何か新しい発見があるかもしれない、ね、なんか普通にこのボールペンが可愛くて楽しい。みんな買った方がいいかもしれない。このボールペンマジで可愛い。で意外とみんな持ってんだよもう。あそっかわーい。なんかフリクションってさなんかさ俺はフリクションってだけだと思ってたらさ何それこんなフリクションのインクだけでさこんないろんな種類があるとはね。てかさフリクション色鉛筆なんてもんがあるのも全く知らなかったし。確か色鉛筆もあるじゃん。そうだよすごい今日お絵かきバイキングじゃん。そうだよ。でも何使ってもいいの？消え比るなら較的そういう日でどうせ全部消えるから闇落ちしてるななんか。でもどうせ全部消えた後目論みが合ってれば全部戻ってくるはずなのよ。いやそうなんだよ。だから逆に言うとこれ失敗すると書いたものは一生変えてこない頑張って書いてもみんなの元にもお届けされない。だからこの映像を撮ったの。消す前の映像が残ってればこんな絵描いてたんですよっていうなんか言い訳がつく。確かに嫌だなそれ。
でも意味ないんだよ。これは冷凍庫に入れて出てきたことによって意味を発生してほしそうそうい絵だから。そんなにうまくいくのかな、果たして。でもさこれさ交換ノートとかでさやったら面白くない？確かに。消すの大変だと思うんだけどさ、うん例えば誰にも見られたくないさ交換ノートとかでさ、誰にも見られたくない交換ノート何のために交換ノートするの？でも違うだからすごい秘密の話をしてますってああ、なってさなるほどね。交換する友達にだけ見せれるようにっていうのでこれ書いて学校で、はい、じゃあこれ冷凍庫に入れてっつって渡して、ああ、確かにね、そういうことね。でお家に帰ってその受け取った子は冷凍庫に入れて、ワクワクだね。そうしてそしたら見れるようになる。ででもそれ学校では絶対に確かに人に見られないノートになる。でもさ、学校では人に絶対見られないノートだけど、ワンチャンお父さんがお母さんに見られるノートになるわけ。確かに怖すぎないそれ。おいさやかこのノートは何だ？それ明日の朝のおかずだよテンパりすぎだよ。さあ、ということで完成しました。しました。せーの、ドン。何にも変わってないのよ。そういう。いいやでも別に私ここに何もしてないですよ。や、僕も何もしてないよ。本当丹精込めてお地蔵さん描いただけなんで。いや、僕もこの可愛い女の子描いただけなんです。すごい可愛いその子、なんか珍しい髪型してるね。そう、バッサ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 してる。でわさわさしてて可愛い。はい。じゃじゃん。あともう一枚ね、先生描いといたの見て。謎に踊り狂う夏目さんちも描いたんですけど。ね。これ何なんですかね。ガレポンチだね。なんか嬉しそうだよね。なんか妙にね。嬉しそうだ。これもなんか冷やすと出てくる。今頭冷やした方がいいよこの人たち。なんかこんな踊り狂ってるし。確かにね。うん。さあ、はい。果たしてちゃんと出てくるのか。ね。ね、冷凍庫に入れてみますか。じゃあ入れていきましょう。行きましょう。はい。じゃあ行きますか。早速。我が家の冷凍庫お邪魔します。ででででーん。あさやさんのおやつが。知らない間にチュロス買ってるぞこいつ。業務用スーパーのこれめっちゃ美味しいね。じゃあ行きますか。ここに入るか。まずゲンさんの女の子、そしてさやさんのお地蔵さん。過酷な環境に置いてほしい夏目さんち。じゃあここに入れて果たして出るのか。寒い中に行ってらっしゃい。これで一晩、まあ数時間置けばマイナス20度になって自動食器で小人さんが書いてくる。そう書いてくれてたるはず。小人さんがだと自動食器ってなんか相反してないか。じゃあ行きますか。はい、じゃあちょっと数時間後また会いましょう。はい、果たして成功しているのか頑張ってくれ。ドン。おはようございます。翌日です。小綺麗になってます。ちょっと今日別の撮影もあって出かけるんで、ポップアップ来た人はもうね購入してる方いるかもしれないんですけど、はい、まあこんな感じです。めっちゃいいですよね今回。じゃーん。いやすげえ可愛いこのワンピース。じゃじゃーん。でこれ来週からかポップアップが終わったら名古屋の前に多分オンラインでも販売始まると思うんで、ぜひ。そしてこのね。ミスター信号機ネックレスもめっちゃ可愛いですね。あ、土星じゃん。今日土星もいる。めっちゃ何にも飲んない。怖い何にもの女。そう一日経ったということは我々の物語が進んだ可能性が。そうなんです。はいじゃあ行きますかじゃあ。よしじゃあちょっと確認してこよう。レッツゴーゴーレッツゴーゴー。あ可愛い猫。猫いる？猫いる。猫が入っていく。猫がスタジオに入っていく。というわけで冷凍庫の前に来ました。果たしてできているのか。はい、行きます。見ていきますか。まずはオープンほうれん草。そしてこの上の段いきます。せーの。おお。出てきた。できてます。冷凍庫開けっぱなしなので。よくないですね。確かに。一回出そう。確かに。ちょっと一回じゃあ戻ります。はい。はい、ということで完成しました。ましたちょっとさっき見えたと思うんですけどざっくりもう冷凍庫という極限のマイナス20度の環境で一体どんな物語が進行したのか。せーのドン。うわー出てきたー。完璧に元通りじゃん。すごい。最初はすごいさなんかこう自信なさげなさ女の子がさ圧が。これ結構変わったんじゃない？もうみんな元のやつ今思い出せないでしょ今。そうね。元のやつこちらですよ。はい。そわっとする。でもこれ冷凍庫入れて何も知らないでさ取り出してこうなってたらみんなびっくりしない？確かにね。やっと見てくれたってことでさずっとみんな見てもらえなかった。確かにね。この子たちもね全員。この子たち。しかもなんか影もめっちゃ濃くなってるしね。ズボモって感じで。めっちゃ逆光になっちゃってるよ。ゲンさんなのになんかすごいさこうふわふわ系の女の子描いてるとかって言ってたのにねなんかちゃんとナイズのされてる。自分のフィールドに戻ってきてくれる。これ理由があって幽霊が出ると寒くなると言われてるだからマイナス
ス20度っていう寒い環境に置かれたことによって霊視がみんなもできるようになった。うわこれ霊視、うん霊視体験をみんなはしたっていうこと。うわみんな急に霊感持たされて迷惑、これはね僕うんうん自分の中でもう設定があるんですけど、あうんうん幽霊と現実世界ってあるじゃない、うんこう現実世界幽霊界、うんうんここでなぜ幽霊が見えてしまうかみたいな、スッてかすめた時に見えちゃうわけじゃん。あうんうん、うん、でかすめた時ってなんで寒くなるかっていう理由が僕あるんです。時間の流れが逆なんです。あでもゲイさん前からねそそれ言ってるよね。いつかそのセロテーマに漫画描きたいなとも思ってるんだけど、まあ、ちょっと先に小出しで話し出しちゃうと設定だけど、うんうんそれこそテネットとかでも出るからさ、時間が逆行するっていうクリストファー・ノーラン監督の傑作。あれはすごい映画だったね。あれでも出るんだけど、うんう時間が逆行してるからうんうん熱反応も逆になってるっていう、現実世界では通常から熱くなっていくやつが逆になってそうなんかきたら冷えていくみたいな。冷えてくだからあったかいところが寒くなるっていう、っていうのはそういうことなんじゃないかなっていうだから僕の妄想幽霊ね。世界とすそうると寒くなっちゃうってことね。じゃあ夏場はいいじゃん。夏場いいだからみんな階段好きなんだよね。ああそういうこと触そうだかられたいんだやっぱそう時間の流れがね、世界に逆になって涼しくなるからみんなは夏は階段を求めるっていうもう理論がこれ論破です。すごい論破誰パされたのねで一方でなんかすごいほのめぼのっちゃないやめっちゃいいなん物語がかいやめっちゃいい。なんかこいいんでのすかっていうさやお前何書いとんねんと思ってさ。お地蔵さんだってここしかみんな見えてなかったわけじゃん。そういやでもなんかみんなもさ、いこのさお地蔵さん寒そうだなと思ってさ、思ったね思うねこう傘かけてあげてたじゃんみんな。みんなね。みんながかけてあげてたじゃん。お地蔵さん寒そうじゃな、うんこれ使えっつって一はい人一個ずつやったわけだ、すんごい重なっちゃうけどでも雪も積もってる。いやそうでだって冷凍庫に入れてうんすごい確かに寒いところとか寒くなったからか雪降っちゃったからうんそうでも寒い時にしか出会えない男の子がここにいうわーたわけですよ。いいね。こしかもなんか色めっちゃいいね。いやなんそれねか目に入ってるピンクとオレンジをね結構混ぜてへーゴリゴリしたんですけどこれいいな。フリクションワーイなんかめっちゃいいね。いや色味がそうそうそういやなんかねいいねベージュとグレーとブラックっていうなんか絶妙にちょっとずつさ色が違うのを混ぜて使ってるからいいねいい感じになっていい感じの目になってる。確かそにう目力あるもんでそう雪の中ちょっと光ってるように見える男の子にしたいなと思って、青で線を入れてみました。しかも竜なんだでもいやなんかそうやってなんかさカテゴライズするのはよくないんじゃないですかすいませんでまあこいつも出てきちゃったけど余計なやつ生きてる。しかもこれなんか雪だるまモードじゃんちゃんと、漫然とした雪だるまでございます、手足もないじゃん。手足もないこちらをじっと見ているだけいやめっちゃいい。最後もいいね。いや面白かっ面白かたでも感動するね冷凍庫ガッてこ開けてれすごい、うん、これちょっとあれじゃないですか。大成功じゃないですか。大成功だね夏目さんちくせに、うんこういうなんか確かに夏目さんちこういうチャレンジなんかオンっていう時あるじゃんおーということでもうこれは大成功。冷凍庫に入れると完成するイラストでした。イエーイぜひねみんなもこれは友達に、うんこれ冷凍庫に入れるとちょっと出てくるからっつってプレゼントしたいね。まあ手紙でもいいよね、うん面白いんでぜひめっちゃおもろいと思うやってみてください。さあそして、はいさやが書いてた夏目さんち何が出てきたのかのねえ問題で夏すよこれ目さんちなんか踊り狂ってるやつがあったけど、これは何が出てきたのかなドーンなんとあの有名なプロットのアニメ抵抗ペンギンとコラボです。とても苦労しているちょっとかわいそうなコラボですやったやったーしかもアニメコラボです。そしてゲームコラボですいやもうこれすごいですよ。アニメコラボ実はもうはい上がってます、動画概要欄から見ていただければと思うんですけど、うん夏目さんちが抵抗ペンギンのアニメに出演してます。いやもうしかもちゃんとアニメ共演、に出てるから、共演しちゃってる、この2人と出ちゃってるんでねうん、しかも彼もちょっとキーパーソンとして出ちゃってるかもしれ嘘ないと。そんな、うん、これを差し置いてそう今回すごい面白いのがこのナピメちゃんを差し置いてうんアニメに出ちゃってるっていう。よろしくお願いします。ぜいやーひ概要欄からアニメを見ていただきたいのと、としかもこちらゲームというのが、うんうん抵抗ペンギンのゲームの、はいペーペンウォーズブラック企業破壊大作戦っていうゲームがあるんですよ。ねもうタイトルのがすごい好きなんだよ私、とんでもない、うんふざけたタイトルの、うんかわいそうな。先生も日々ね毎日働かせてるんだけどさやさんやってるんですよ。やってるやってるめっちゃいや働かしてるそう5月3日の土曜日から6月の8日の日曜日まで、はい夏目さんちのコラボスキンそしてコラボステージが登場するのでぜひね皆さん嬉しいペイペイウォーズで夏目さんちが戦っている様をはい見てください。夏目さんちはサポートキャラとして、皆さんを助けるキャラなんでいやそう嬉しいめっちゃ嬉しいいやもうこれねめっちゃ可愛いドットなんで。ゲーム内で動いていんだよやもう本当に夏目さんちちが本当にこれちょっとチラ見せするとこんな感じです。顔見せていいのかわかんないけどこんな感じです。
チラッとはいぜひ皆さんこれねゲーム内でチェックしてみてください、ゲーム内で進めればね無料でもらえるのであそうですね、詳しくはゲーム見ていただければ分かるんですけど、はい今回夏目さんちのコラボ限定のアイテムで魔法の筆っていうのがあるんで、それさんデザインしました、平成女児が持ってそうなね、平成女児ペンみたいなやつを作ったのでそれを集めると夏目さんちがねサポーターになったり、はいそしてコラボスキンで弱気とナピメの格好をしたこの2人ね、はいパンダさんとペンギンさんうん見れちゃったりするんで、ぜひ皆さんそれもチェックしてみてください。マジで可愛い、はいちょっと感動したちょっと概要欄にねそれ動画のアニメの URL と、はいそしてゲームのねダウンロードできる URL も置いておくので、ぜひぜひいやもうこれめっちゃ可愛いんで見てほしい、ね見てほしい、嬉しいコラボでした、ね、いやでもなんか普段ブラック企業で働かれてる2人をね冷凍庫という過酷な環境にまた置いてしまったという、いやそうでもなんか1回ぐらいありそうだけど、ありそうだけど、なんかね、調べてみようか。でもなんかあった気がするんだけど、なんか見たことあるめっちゃ寒い中でどうこそううみたいなあるわ。あるわあもう世界一暑い寒いどっちがきついってもうダメだ。うんあったわごめんマイナス20度なんかぬるぬるかったもうぬるま湯。ぬるま湯ごめんこのだからこの笑顔だ。うんだからこんな笑顔なんだね。この二人にとってはねそっかそっかごめんジャブだったわ。お絵かき拷問チャンネルと言われる夏目さんちよりも拷問を受けてる、うんこの二人はね。ねさすがですわ、はい先輩ですわじゃあもうちょっとこの情報をみんなに見られちゃうと困るので。いやそう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 あ消しちゃうんですか、消しましょう。ありがとうね。じゃあまたねじ今日はもうゃあ君からねお天気になったから、また会いましょうあれは夢だったのかも夢だったのしれないよかもしれない。うん、コラボもなかったのかもしれんな。僕らは長い夢夢をを見てい見ていたたのかもしれませんね。なんだこのエンディングぜひ皆さんもやってみてください。じゃあちょっとまたこれはね冷凍庫にいつか入れて、そうですね、はいまた会いましょう時々見ていきたいと思います。ではコラボよろしく見てください。テーペンウォーズに夏目さんちが登場。夏目さんちの源です。さやです夏目さんちってプロレス YouTuber 夫婦な。サチュースメカ少女同好会と膝小僧ボロボロ初代委員会を発足しているお二人だ。急に性癖暴露された解体が現実になる世界を元に戻すため、夏目さんちの二人と火力爆上げ特訓をするぞ。詳しくは概要欄から動画をチェックしてね。イベントアイテムを集めると僕たちが手に入るよ。概要欄からダウンロードよろしくな。ペチペチ。